こんにちは。今回の動画では最近変えたメイクポーチの中身とスキンケアをご紹介します。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんの物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。少し前に使っていたナチュラグラッセのベース兼ファンデーションがなくなったのをきっかけに新しいファンデーションを購入しました。今まで使っていたケースもポーチに買い替えたのでそちらもご紹介します。最近はランニングをしていることもあり、日焼け止めとスキンケアについても少しご紹介しますので、よかったら最後までご覧ください。まずはここ最近のスキンケアと日焼け止めをご紹介します。最近10キロマラソンに挑戦したいと思い、ランニングを週5日に増やしています。外を30分から1時間ほど走るので、紫外線を浴びることが多いのと、汗をかく機会も多いので、塗り直ししやすいもので肌への負担が少ないものを選ぶようにしています。今使っているのは以前から使っているアリーのジェル UV と無印良品の日焼け止めミルクを使用しています。アリーは顔に塗っていて、無印の日焼け止めは顔以外の首や腕などに塗っています。無印良品の日焼け止めミルクは無印のオールインワンゲルと一緒に使うと角質落としのようなカスが出てしまうことがあって、体以外に塗るのをやめました。何が原因かは分かりませんが、無印の日焼け止めなどに含まれるジメチコンという成分もオールインワンジェルなどに含まれる合成ポリマーもカスになりやすいようなので、この組み合わせはしないようにしています。スキンケアは以前から使っている無印良品のオールインワンゲルと高見スキンピールを使用しています。ランニングを増やしてから2週間ほど経った頃にものすごい肌荒れをしてしまい、顔全体がガサガサになってしまいました。汗のせいかと思っていたのですが、ちょうど1ヶ月ほど前に高見スキンピールがなくなったタイミングで他の美容液で代用をしていました。なのでもしかしたらこれのせいかもと思い、慌てて高見スキンピールを購入して使い始めました。1週間も経たずにガサガサがなくなったので、高見スキンピールの凄さを改めて実感しました。今回の肌荒れが結構ひどかったので、もう裏切ることはないと思います。高見スキンピールの詳細をお伝えした以前の動画は概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらもぜひご覧ください。無印のオールインワンゲルはリニューアルする前のものを購入しています。新しいものも使ってみたのですが、ベタつく感じがあり、こちらの方がさっぱりして使い心地が良かったので、こちらを使用しています。乳液などがいらなくて、家族全員が使いやすく、一つなので工程が簡単といった理由で愛用しています。44歳の私としてはこれだけでは物足りないのですが、そういった部分も高見スキンピールが角質を整えて肌をワントーン明るくしてくれたり、スキンケアが浸透しやすくしてくれていると感じています。ここからは今愛用しているコスメと最近買い替えたポーチをご紹介します。買い替えたポーチは無印良品の立体メッシュケースブラックの S サイズです。かなり長い間、無印のスチール工具箱の小さいものをコスメを入れる容器に使っていました。汚れてもすぐに拭いたり洗ったりできるのが良かったのですが、旅行の時などは別の袋に移し替える必要があって、良いものがあれば買い替えをしたいと思っていました。このポーチのいいところはポケットなどの細かい仕切りがないので、コスメの大きさや形を気にせず使えるのが良いと思います。
あとはメッシュなので軽量で乾きが良いです。そして化粧品の汚れが目立ちにくく、ゆとりもあるので日焼け止めなども一緒に入れて持ち運ぶことができます。ここからは愛用している7個のコスメをご紹介します。クレンジングで肌荒れがしやすかったため、クレンジング不要の石鹸落ちコスメを選ぶようにしています。愛用しているコスメ1つ目は、エトボスのミネラルグロースキンクッションライトです。初めてクッションファンデを使ったのですが、ツヤが出て薄付きでも割とカバー力があって厚塗り感もなく、もっと早く使えばよかったと思うほど良かったです。ただ最近は夕方に走る日はファンデは塗らず、日焼け止めの上からパウダーをつけるだけにして、日焼け止めを重ね塗りしやすいようにしています。2つ目はエトボスのミネラル UV シームレスベールシアーピンクです。夏の限定ものなので、紫外線やブルーライトからも肌を守ってくれるものです。出かける用のない日は日焼け止めにこのパウダーのみの日も多いですが、軽いつけ心地でとても使いやすいです。3つ目はエトボスのミネラルインナートリートメントリキッドコンシーラーです。クッションファンデを使っていない時にカバー力がなかったため購入をしましたが、こちらのクッションファンデを使うようになったら、シミはありますが個人的には使わなくても良いかもと思っているので、もしこちらが使い切ったら次は買わないでみようと思っています。4つ目はフーミーのマルチアイブロウパウダーレディモーブです。石鹸で落とせる明るい色のアイブロウパウダーを探していて、こちらを見つけました。3色パレットになっているので、このモーブピンクを時々アイシャドウとして使ったりしています。私は眉毛が少ないので眉毛を描くのが一番時間がかかっていますが、明るい色味にすると失敗も目立ちにくい気がしています。5つ目は無印良品のクリームチークピンクベージュです。最初に顔にのせるとびっくりするくらい濃く感じますが、少量にして指でぼかしていくとかなり薄付きになります。ツヤもあってみずみずしいので、メイクがうまくない私でもなんとなくぼかして顔色がよく見えるので気に入って使っています。6つ目はナチュラグラッセのモイスチャールージュアトラクトピンクです。このリップはコーラルピンクで石鹸で落とせるタイプです。保湿成分がしっかり入っていて肌なじみの良い色なので、あまりメイクをしていない時でもこれをつけると顔色がパッと明るくなります。7つ目はエトボスのミネラルシアーマットルージュプラムピンクです。こちらは以前から使っている青みのあるピンク色です。マットなつけ心地で私の肌の色に合っているので安心感があってずっと愛用しています。リップは実際に使ってみないと失敗することも多いので、できる限り試し塗りをさせてもらえるようなお店で購入するようにしています。いかがでしたか？今回は最近変えたメイクポーチの中身とスキンケアをご紹介しました。私は凝ったメイクはしないので、石鹸で落ちて肌に負担がないものを選んだり、スキンケアもメイクもできるだけ工程を少なくシンプルにしたいと思って選んでいます。この動画が少しでもコスメ選びの役に立ったら嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。